照明器具を開発してるけれど、植物もちゃんと育つという、そういうスタンスですね。はい、じゃあ今日はモスライトの開発者、モスライト LED の内野さんにお話を伺います。はい、よろしくお願いします。サンプルを作ったのが2013年、製品化して売り出したのが2018年ですね。はい。じゃあサンプルを作ってから売り出すまでももう4、5 5年かかってるんですね。植物を一生懸命勉強してたわけじゃなくてですね、照明メーカーで照明器具の開発をやってたんですよ。施設用のスポットライトとかダウンライトとか蛍光灯の埋め込み関係ですね、もうずっと担当してまして、神戸照明クラブっていう市民団体があったんですけれど、建築家とかデザイナーとかプロダクトデザイナーとか集まって神戸のそのライトアップの仕事をちょっとアイデアを出してやろうというグループがいまして、神戸森林植物園のトンネルに何かを置いてライトアップしてほしいという話があった時にアイデア出しで照明器具の中に植物を入れてですね、なるほど、作ったということが始まります。じゃあもともとはもう照明屋さんのプロを、照明器具の中にたまたま植物を入れてイベントで展示をしたというのがスタートですね。なるほど、その展示のプロジェクトのために初めは開発っていうかいろいろ試行錯誤してってことなんですね。そこから一般の方とかお店とかに向けて商品として販売されてるじゃないですか。そういうふうに移行していったきっかけとかっていうのは、きっかけがですね、とにかく展示した時に植物園の管理事務所に問い合わせがものすごく増えたんですよ。どういった植物を使ってるのとか、どういう育て方をするのかとか、また神戸の新聞関係でも記事になったりとかですね、ものすごく話題が出てきてですね、で慌てて植物の勉強をしないといけないということで、植物の本をたまたま買ったんですよ。手にした本が田中美穂さんの「ときめき苔図鑑」。持ってます。持ってます。でこれをたまたま買ってですね、読んでいたらですね、20年前から室内作家フットサルをずっとやってたんですね。一緒にやってる知り合いの名前がですね、協力者のところにあったんですよ。道森さん、苔やってる人は結構絶対有名なご存知の人ですよね。苔学会でも特別賞をこの前取られた方なんですけど、その人の名前があったんで、フットサルの話はするんですけど、植物の話って今までしたことなかったんで、一応この本を持って会いに行ったんです。でいろいろ話をしてたら、京都府立植物園で2013年に第1回目の苔展とやられてて、でちょうど2014年の11月にまた展示会をするんで、これを出してほしいという話があったんで、その時は3台しか持ってなかった。で3台をそこで展示したんですね。でそれが苔展の初めてのデビューですね。なるほど。で道森さんにいろいろ苔観察会連れて行ってもらったりとかで、他の人とはちょっと違うんで、苔観察に行ってるのに他の人たちは取って同定するためにホーム袋に入れるんですけど、僕はそのどれくらいの環境のところで明るさとその湿度と温度を全部測って回ってる、ものすごく変わった人間が来たなっていう。やっぱり照明との組み合わせだから、どのぐらいの明るさが好きかっていうのが重要ってことですよね。じゃあ今のモスライトもそういったところでこう測っていった経験というか実測値がこう生かされているってことなんですかね。単純に植物を育てるだけじゃなくてですね、そのインテリア照明として作品が使われた方がその付加価値が高いんではないかということで、なるほど。だから照明器具を開発してるけれど、植物もちゃんと育つという、そういうスタンスですね。その辺がやっぱりなんか植物側からの人とちょっと違うところで、そもそも初めにモスライト、モスってつくじゃないですか。苔を選ばれた理由っていうのはあるんですか？一番最初に作った時にはその全然意識はなかったんですけれど、買った本がこのときめき苔図鑑で苔観察に引き出して苔の魅力をですね、やはり朝露を浴びて朝日が当たった白っぽい光で透過性のある苔ってものすごくみずみずしくて綺麗ですね。だからもうそれをやはり再現したい。だから光も LED の光も苔が一番見える
色温度、はい、炎色性を選んでるってことなんです。だからもう苔が綺麗にこの中で見える。そうですそうです。はい、はい。植物のバリエーションはですね、基本的な中の苔山が安定して成長していれば、これに合うベゴニアとかですね、熱帯雨林植物、石黒とかですね、そういうのがちゃんと育ってくれるんで、内野さんの割と樹木が入っているのが人気だったりも問い合わせとか結構来るんですけども、おすすめこの辺入れとくと失敗しにくいぞっていうようなのってありますかね？ニレケヤキ、それと包丁木とか白鳥木、それとモミジ、この3本はね、大体そのコンパクトなやつを使ってたら問題はないですね。ここで拝見すると苔もすごいこんもりしてるじゃないですか。長く育ててるものっていうのは最長で何年もののこれが9年ものですね。これが9年もの。9年前にですね、こういう朽木の周りに苔をレイアウトして、それはだんだん苔むして、でこういう朽木が倒れてもこういう山の状態に今なってる。なんと、そうすると9年前はこういう最初に状態だったんですね。よくありますよ、山に行くとこう朽木に苔が生えてるの。それがだんだん埋もれて朽木も倒れて山の状態になって、だから景色的にはですね、面白くないんですけれど、この過程を見ていただいたらもうみんなびっくりして喜んで、だから苔好きの人はねこれを喜んでくれる。細が大きな動きももう多分5センチぐらいになってるんじゃないかね。こっちのやつもね、もう取り出すことができないんですけど、すごい。これが2017年に朽木に苔をつけたやつがもう全体的に回っても取り出すことがない苔坊主みたいな形で、あれですね、細葉オキナゴケがメインだけど、ここに卵毛かながいたり、この辺はちょっとだけね追加をしたりとかして、弱ってるところとか色が変わってきたところは抜いて、ちょっと新しい苔をちょっとさしてはあげてます。でもこのメインの朽木のところはもうちょっとそのままですね。なるほど。じゃあ長く育てていく過程で、なんかトラブルとかでちょっと茶色くなったところが出てきたら抜いてあげるとか、その部分だけ入れ替えるみたいなメンテナンスはやってるってことなんですね。入れ替える場合もこの中で新しく育った苔を抜いて移動させるという形です。新しい苔を入れるよりか育もうこの環境に合ってるやつ合ってるやつを入れてあげた方がもうこの辺が茶色くなっちゃったらこの辺のすごい密集してる細葉の大きな苔の一部をこっちに移すっていう、その方が新しいのを別な環境から取ってきて入れるよりも馴染みやすい。そうですよ、馴染みやすい。今日この動画を見ていただいている方が初めてモスライトを作るときに一番おすすめの苔っていうのはどんな種類を使うのがいいですか？初心者の方にワークショップでやってるのはこの前面に貼るのが細葉オキナゴケ、それとちょっとアクセント的に湿度の管理のためのヒノキゴケ、ヒノキゴケがちょっと乾燥したらお水あげましょうみたいな形で、ヒノキゴケがお水やりサインの目安です。それとか玉ゴケ、それとか杉ゴケもポイント的に入れるという形になりますね。じゃあその4種類ぐらいが、まずベーシックなところで初めての方はチャレンジするのにいいかなっていう。光の強さっていうんですかね、がどのくらい？一番明るいやつで3分の1のところで5000ルックスぐらい。普通リビングの机の上がね350ルックスぐらいなんですよ。それを10倍してもね3500ルックスぐらい。そうするとすごい明るいってことになる。明るいんです。だけど自然界の苔が生えてるところで消毒計で見たらね、もう8000ルックスとか1万ルックスの赤さがあるんですね。だから暗いといえば暗いんですけれど、明るく見えるリビングでも結構暗いってことなんですよね、室内は。最低育つ明るさはこの3番目のこれで1000ルックスぐらいなんですよ。ここの辺の位置が1000ルックスぐらい。そうです。1000ルックスぐらいであれば苔植物大体育ってくれるんで、2番目の光であれば光合成をしてエネルギー作って育ってくれるんで、2番目とか3番目ぐらいの明るさであれば十分ってことなんですね。
インテリア照明としてこのまま光合成をする明るさでリビングに持っていったら、ものすごく明るすぎるんですよね。室内だったら300ルクスぐらいなのに、この中だったら3000ルクスぐらいあるので、そしたら暗くしてその室内の照度バランスを保つことによって照明器具としてその環境を大事にできることもできますし、新しく植えた植物は最初からその明るい光だと定着しにくいので、ちょっと弱めの光で湿度多めにしてちょっと3ヶ月ぐらい様子を見てだんだん明るくしてあげるみたいな形に使ったりはしています。2つの意味合いがあって、インテリア性としてのこのご自宅ごとでの明るさ調整ができるし、あと植物自体の良さとして、スタートは弱めっていって、でこの中で定着したら徐々に上げていくってことなんですね。自然光が入らない暗い部屋でも育つんですけど、多分モスライト置かれてるご家庭はもう全部部屋の明るさとか置く場所によって照度って変わってきますよね。このアトリエの中でもだいぶ違いますもんね。それでやはり調整をしていただければね。今後なんか派生させていこうと思ってることがあるとか、植物に関連したプロダクトでなんか考えてらっしゃることとかってのあるんですかね。で今やろうとしてるのはバッテリー式の台があるんですけど、これがモスライトのこれをちょっとコードが今まだ試作品なんですけど、こういう形で使えるんですよ。電源のない場所で置きたいことあります。だから商業施設とかそのイベントの時に持って行って照らすことができる。だから光合成をする明るさの時の場合はこれが4時間ぐらいしか持たないんですよ。で3番目が8時間、これが16時間、3番目で16時間で暗いやつで40時間。真っ暗くなればですね、この一番暗いやつでも十分その演出はできるんで、これでしたら40時間使えるんで、2番目3番目4番目で使えばかなり丸1日の現場でも十分使えるんで、今依頼が来てるのは結婚式場のテーブルの上に置きたいと。いいですね。結婚式場だと結構暗めで、そうですね。それでちょっとこう演出ができるんではないかという問い合わせも来てるんですけどね。6月に試作が第1ロットが上がってくるんで、テラリウムの中だけの演出じゃなくて、これを使う空間をテラリウムを使う空間をいろんな形で提案していきたいなというのが思ってます。木なんですね。ブナの木です。ここもなんかすごい高級感が本格的。旅行に行く時にはこれ持って行ってね、一緒にこうモスライトと旅をする。モスライトと旅をして写真を撮ってもらう、映える写真を撮ってもらうとかですね。確かにそうですね。電源がないところだから自然の中で撮れますもんね。そうです。苔の聖地のところに持って行って一緒に撮影をするとかですね。だからいろんな写真、インスタグラムの写真もちょっと幅が広くなっていくのかなと思ってるんですけど、もう一つはこの中にバッテリーが入ってるやつを作ったんですけどね、これはちょっと寿命が明るさがやっぱ量が少ない。この中にバッテリーが入ってるので、もう本当にちょっとした時間しか見せれない、2時間ぐらいしか見せれないんで、こっちの方がバッテリーの容量が多いから、本当はもうコードのない方が使いやすいんですけど、だから撮影の時にはこれとこれを両方持っていっていろんなところで撮影をしたり、だから今までにないテラリウムのその楽しみ方を提案していければいいのかなと思って。モスライト図鑑っていうことで本を出されたんですが、今までやってきたこと、苔に対する思いとか、このモスライトの容器を使って全国の有名なテラリウム作家さんに作品を作ってもらったやつをですね、紹介してるんで、Kindle でも載せてるんですよ。Kindle の場合も現地の言葉に全部翻訳できるようになってるんですよ。なるほど。そうすると日本の方向けだけじゃなくて、海外の方がもう概要欄にリンクを貼っておくので、海外の方も翻訳して、これを読むとさらにモスライトの魅力というかそれが伝わってくるっていうことですね。あとあれですね、ワークショップもここのアトリエで一応予約して電話いただければですね、1日1組でワークショップをやってるんで、それもすごい贅沢ですね。マンツーマンで苔の特徴を説明して、テラリウム説明して、ちゃんとその作
作り方、管理の仕方を伝えて、SNS で映える写真の撮り方まで指導して書いていってもらう形にしてるんですけど、じっくりと作って写真の撮り方まで教わりたいという方は予約を取ってここに来れば、はい、ね、とってもいいロケーションの場所なので、はい、ぜひ来ていただきたいと思います。本石とかって紅葉もするんですか？そうです。本にも載ってますけど、ちゃんと今9万6000人ぐらい、6000人、もうすぐ10万。そこが自然の通りにはクリアできないところだったりということなんですね。自然と同じ再現は絶対ここの中ではできない。